見た？改造というか。そうなんだよ。グレッチのランブラー君がだいぶできてきて、まずもうジャンクで何もついてなかったから、ピックアップをダンカンの P90 タイプのつけて、で箱だから羽織るじゃん。そうですね。だからピックアップを乗せるんじゃなくて、ボディの、センターブロック作ってもらって、そこからマウントするっていうか、ボディの表面にはピックアップがついてないの。ボディの中のブロックに直付け。だから浮いてんの、なんかちょっとボディから。それによってボディの強振によるハウリングを防ぐっていうアイデア。それから考えてもらって、それは秋山さんの友達なの、平田さんに。なんかすごい人。ファイヤーバードのヘッドもそうボディもね。ボディもですよ。ヘッドだけじゃないんだ。そう。それで最初の希望としては超ショートスケールだから、ハイポジ弾けないから長くしてって言ったの。でレスポールと同じ長さにしてもらって、でもほらボディがちっちゃいからね。本当に全長レスポールぐらいのセミアコだけど、要はその人気のあるさナッシュビルとかいわゆる6120とかさ、高いじゃん、もうヴィンテージ。そうですよね。それほらスパニッシュバルーンギターのヨシ君が61年の100万って言われて、いや安いんだけど、いやちょっとなと思って、ちょっと今お金ないなと思って、で57年のそのランブラーがeBay で10万ちょっと。で57年の 50s のセミアコがグレッチの、そんな安く買えるんだったらそっちをカスタムして使おうと。でピカピカのやつをいじるのはさもったいないじゃん。だからジャンクをあえて探して、でなんか本当にボディも割れてて、なんかもうへこんでたの。それも全部直してもらって矯正して、であと変な色に塗られたの、変な白っぽい色に。それも塗装をうまく剥がして元のバンブーイエローっていうか淡い黄色、あれが出てきて、でバインディングも全部やり直してもらって、ほんで一番の肝はそのネックを伸ばすのと同時にそれも大事なんだけど、実はエレアコを探したのね。でもエレアコ、いやその将来的にはこれから先ちょっとアコースティックな音を追求したくて、でもほらバンドでやりたいからエレアコじゃないとさ負けちゃうじゃん、音が。でエレアコ探したらかっこいいエレアコがないの。だからそのセミアコ、そのグレッチのランブラーをエレアコに改造しようと思って。っていうのはフィッシュマンって会社の何だったっけな、なんとかっていうね、要はブリッジの中にピエゾのアコースティックのピックアップが内蔵されてるやつがあって、そうそれをつけるとアコースティックの音が出るんだよ。それでそのピックアップとそのさっき言った P90 とブレンドするポットがあって、アクティブで電池入れなきゃいけないんだけど、それによってエレキギターとそのピエゾのアコースティックの音をブレンドして、だから完全なアコースティックじゃなくてちょっとエレキの音を混ぜるみたいな、そういうギターを今作ってるの。でもそれなんかバンドの中ですごくいい感じになりそう。そう結局さバウハウスとかも意外とエレアコ使ってんじゃん。ああいうバンドだけど、ギターはクリーンでアコースティックだとすごく印象的だし、ギタリストとしてもさ細かいプレーがさよくわかるじゃん。潰れちゃうじゃん、エレキってやっぱどうしても。だからアコースティックの音が一番ほらダイレクトにさ、何を弾いてるか伝わるじゃない。生々しい音ですね。だから結局キース・リチャーズもさ、アコースティックで練習しろってよく前なんかインタビューで言っててさ、だからアコギを弾けないといい音出せないよっていう、わかるでしょ。わかります。アコギ弾けない人はダメじゃん。だからアコギでバレちゃうじゃん、そのプレーがさ。そうエレキギターはほらいくらでもね歪ませればごませるけど、そういう意味でもさ、アコギしっかり弾けてるとエレキ。そうですよ、そうなんだよね。多分星ヒューマの。そう溶石物だよ。そうだよ。そういう感じですかね。そう。これから先ちょっとアコースティックに挑戦したくて。それすごく
楽しみです。そうなんかもう今いろんなユースカルチャーをなんかテーマにシングル作ってるんだけど、はい、でね今度出すのがネオロッカーズで、でその次にモッズやって、その次ガレージやって、そこでちょっと一括りユースカルチャーシリーズは。なるほどなるほど。でその次に考えてるのがそのアコースティックな音でちょっとワールドミュージックみたいないろんな世界観でインストを追求していこうと思って、はいはいはい、ちょっと無国籍な感じで、はい、昔の映画音楽みたいな感じとか、はい、そうそんな計画立ててそうですね。そういえばベンチャーズのコンサートでアコースティックコーナー必ずありましたあね。なんか面白かったな。何の曲だっけ？雨の御堂筋とか。はいあっちか。渚優子。でですよね。渚優子さんじゃなくて。京都墓場。京都のそう京都のこういう京都墓場。京都三部作か。あと長崎墓場と。長崎か。あと大谷フィフィの雨の御堂筋。なんかもうちょっと混同してくるんですよね。そうなんだよ。雨の御堂筋もジェリー・マギーの曲。そうなの？みたいで。なんか昔立川の記事に駐屯してた時に結構日本の歌謡曲を聴いてて。そうか。それでそういう影響があったらしい。知らなかった。そうだ、藤尾さんもね、なんか立川キャンプでライブダイナマイトやってたらしいよね。そうなんですね。それでその GI のファンっていうか友達にファズボックスを譲ってもらったんですよ。そうなんですか。そういえば今真空管がやばいね。足りなくなって戦争のせいで。そうか。ロシア製がもう全然手に入らなくて、そうなんです。もう秋元さんもなんか大変でした。そういうところに影響が出てきてる。いろんなところに影響が出てます。だからこれから先アメリカ産はすごい高いんだけど、ロシア製の10倍ぐらいするんだけど、でも10倍長持ちするっていう。だからそっちがだんだんメインになっていくのかなと。すごい高いけど長持ちするからそっちの方がまあ経済同じかなと。結局は同じかなみたいな。ただそう人件費が高いから高くなっちゃうんですよアメリカ産は。だからなんかその機械真空管作る機械をどっかアジアに移してそこで安い人件費で作れば安くなるんじゃないかって言ってる、結局ロシア製の真空管もアメリカ製の真空管作る機械を、ロシアに払い下げてそれを使って作ってたらしい、でも技術があんま良くなくて粗悪品っていうかほらすぐ壊れるじゃん結構、あんまり長持ちしないよね。高くても持つ方がそっちの方がいいんじゃないかなっていう考え方もあるけどね。そっちに移行していくんじゃないの？それこそライブでいきなりそうね。この間も俺下手だったよ。本当ですか？つい先々週ぐらい秋元さん家行ってきてその場で交換してもらったけど、あとフルテンでいつも使ってるとダメみたいね。やっぱり年からがかかっちゃう。ミジさんそういえばちょっとよくある質問かもしれないですけど、最初のロックに目覚めたきっかけとかは？最初はまあピストルズかなやっぱり。ついこの間もそれがそうね、この間もオマージュ「ゴッド・セーブ・ザ・アナーキー」っていうシングル出しましたけど、もう命がけてピストルズごっこしたけどあれが原点、小学校5年ぐらいかな。で1979年ぐらいだって、小学校5年ぐらいで髪石鹸立ててオーバーオールの膝にシドビシャスのワッペンつけて安全ピンつけて。そんな感じでしたね。でやっぱり5年生の時にサンダーっていう会社の超ビザールななんかマスタングのギターを買ってもらって、それでギター始めてで弾いたのがあれですよ T-Rex のテレグラムサムです。あれが人生初めて弾いたギターです。じゃんじゃじゃじゃってブギっていうかさ、そういうロックンロールの原点はそれで当時さなんか T-Rex のレコードが再発してたのいっぱい。ほんで
国分寺の駅前に名曲堂かな、はい新生堂かな、どっちかな、新生堂かな、はいレコード屋さんがあって、そこでレコード買うとバッジがもらえたの、はいはいはい、こんなプラスチックでできた T-Rex って書いてあるやつ、はいはい、それが銀に黒い字と黒に銀の字とあって両方もらって、今でも持ってるよそれ宝物そうそう。 T-Rex なんか特に好きなアルバムとかあります？まあ電気の武者かな、やっぱ。ウォーリアが初めて自分のお小遣いで買ったかな。ああ、そうなんですね。そのジレックスのレコードの中ではね。ジャケットの元の写真を前見たの？見せてすごい、変だよね、あの写真。あの写真変。気持ち悪いよね。黒アンプがあって、ちょっと面白かったのが、あのアンプって、ベースのスティーブ・カーリーのアンプだったんですよ。そう。絵的にうちにあります。ギターアンプじゃないのか。じゃあ。みたいですね。明るくするとこっちにスティーブ・カーリーいて。で、スティーブ・カーリーのベースがそこに繋がってて。そうか。そうだったんだ。知らなかった。携帯の待ち受けそれになってましたね。さすがです。すごいな、貫いてるな。秋葉さんとは、エリさんって結構長いですね。多分そのさっきでスパニッシュバルーンギターのよし君の紹介だったかな。それでも一番最初に会ったのは何でか忘れてたかな。でもグラムロックイースターにゲストで出してもらって、そうあったんですよね。その前後だな。前後っていうかその前だね。秋葉のやつの CD この間ちょっと見たら、スペシャルサンクスにエディ・レジェンドって書いてて、結構前のやつだから。そうね、結構前、2000年より前かな。90年代終わりぐらいかな。そうそう、あんまり師匠っていないんだけど、誰も。秋葉さんは心のギターの師匠っていうか、ロックンロールの師匠って思ってるけど、別に弟子ではないけど、そうそう。気持ち的に尊敬してるんだよ。すごいですね。こういう音作りたいって言ったら、そうそう、天才。ドラムみたいですよ。そうだね。何でも叶えてくれる。何でも叶えてくれますよね。知ってるよね、秋元さんのフレットジャンボ。あれいいよね。僕もいつもそれにしてるんですけど。ただあれ俺もしたんだけど。チョーキングとか音サステインはめちゃくちゃいいんだけど、スライドすると痛いよね。ドニー・サンダースみたいにギャーって地面とかさ、キューってやるじゃん、キューってゴツゴツゴツってなる。そうそこは根性でって秋葉さんに言われる。そうですね。そうあとなんかあれだよね、ファズ作ってるね今、限定の還暦記念のファズ。そう、あれもいいよね。あれ僕自体鳴らしたことないんですけど、すごかった。トーンベンダーのすげえやつなんじゃん、本物の。あれと弾き比べしたけど全然損傷なかったっていうか、逆に使いやすくて、ブルブルブースターみたいにも使える。要はギターのボリューム絞ってクリーントーンが出る。綺麗なクリーンに。そうで全開にするとすげええぐいファズ。トーンベンダーを1個作ってもらったんですけど、多分それの改良版みたいな感じなんじゃないかな。結局昔のいいやつを今の感性で武装させてますね。そう。いや、それを本当はお願いしようと思ったんだけど、そこに秋葉さんち行ったら新しいそのアンプがあって、それ弾いたらもうそっちにしますね。っていうのはその単体でも出せるじゃない。しかもコンパクトだしね。っていうかこれ視聴者わかるかな、こういう話。これがいいなと思ってて。そっか。あと本当こう、ちょっと僕が偉そうかもしれないけど、エディさんのこの本当にフォーエバーティーンエイジの嬉しそうに聞きたいな話してる。なんか秋葉さんはよく言ってくれるのは、なんかエディは偉いねって言って、なんでかっていうと常にいい音を探してるっつって、常に俺も音を変えてるわけね。いつもこっちの方がいいっていう選択肢を選んで進化させてるつもりなのね。毎回セッティング俺違うんだけど、それはもちろん会場の広さとか天気とかにもよるんだけど、それだけじゃなくて新しい発見があるのよ。
なんかこのブースターはこのぐらいの歪みにした方がいいなとかそういう、でリバーブはこのぐらいの方がやっぱり良かったなとかそういうあるじゃない、それ微調整毎回してて、だからマルチエフェクターで1回セッティングして同じ音っていうのは絶対嫌なのね。その日の気分でも違うし、さっき言ったように会場の広さや天気によっても、季節によっても違うし、あと俺いつも使うギター違うでしょ。いつも違いますね。だからそれにもちょっと微調整してるわけよ。そうですね。そうギターが変わったら違うし。とにかくいい音を探す旅なんだよね、俺にとってギターっていうのは。そうですよね。だからいくら歪んでても心地いい音っていうのを目指してて、耳をつんざくようなノイズにはなりたくなくて。エディさんの音はやっぱ気持ちのいい音です。気持ちいいでしょ。だからそうやっぱアンガス・ヤングの歪みとか、あとはブライアン・メイのきらびやかなリードギターの感じ、その2人の音を一番目指してるね。そうだ、去年のロッケンドサミットのありがとうね、手伝ってくれて。楽しかったね。もうすごい楽しくて、ありがとうございます。アンガス・ヤング風のブースターとか。そう、シェイファーだっけな、っていうやつの一応そうアンガス・ヤングの使ってるブースターってこんなでかくて、なんかねワイヤレスシステムとブースターがやっぱ一体になってるようなやつで、もう本物はもう100万じゃ買えないぐらいのすごいやつで、それをなんかシミュレートっていうかした再現したやつがあるのよ。それを結構踏みっぱで音を持ち上げて、それで歪みとしてはカタリン・ブレッドっていうやつのガリレオ2だっけな、ガリレオなんとかっていうブライアン・メイのガリレオのさブライアン・メイの使ってるトレブルブースターの音を再現したまたそういうのシミュレートしたやつが、その2つをだから俺のエフェクターボードにはだからアンガス・ヤングとブライアン・メイがいるんだよ。なるほどなるほど。そんな感じ。そうか。でもアンガス・ヤング、ブライアン・メイっていうのはそうか、なんかそのクイーンは大嫌いなんだけど、全然好きじゃないんだけど、もうブライアン・メイの音はずっと好きで、別にルックスも好きじゃないんだけど、音は本当に超一流だなと思って、ミストーンもないし、だから俺中学の時さコインでさ弾くこと1円玉で弾いてみたら全然弾けなかったよ。コインで弾いてみるじゃん。6ペンスだっけあれ、なんかね薄いやつ、あれじゃないとダメで、あれこの間もらったのよ友達に。これからそれで弾こうかな。あとねアンガス・ヤングはやっぱりアドリブが好きでね、音も好きなんだけど、パワーコードのジャーンって音も好きだし、やっぱブルースじゃない人みたいな。そうですね。だから好きだね。そうそう。ハードのブルースになってるとかっこいいです。かっこいいね。ジョニー・サンダースは世界一好きだけど、もうおこがましくてね真似する気はしない。もう神だから。同じギターも使いたくないし、同じ音も出したくない。そういえばTV 持ってないですよ。持ってないですよ。そうですね。ないですね。もうねおこがましくて絶対使いたくない。そういえば今はって思って。そう別格なの俺にとって。そうか今恐れ多い。すごくかっこいいですからね。当たり前のことですけど。初めて見たガイタレがジョニー・サンダースだからね。そうなんですね。中3の時ね。そうだ。都立高校の受験の前の日だった。受験前。だからみんな行かなかった。行かなかった。ビビって。そう。登録も行かなかった。そうだ、トールさんと。でも1個上の友達とみんなで行った。なるほど。いやでもでも受験受かってますよね。でも東京都立で下から3番目の商業高校。クラス30人女子で男10人しかいない。商業高校。女の子ばっかり。女の子ばっかりなんですか。そういう超バカ学校。でも結局ジョニー・サンダースも見て受験も受かってて全て。まあね、でも内心がさ、本当は中3の時はほとんど学校行かなかったから、そこしか受けるとこなくて。そう。
懐かしいね。そうそう、ジョニー・サンダースのさライブの時さ、はい、チャイニーズロックスが始まって、もう我慢できなくて一番前にダッシュして、でも途中で警備のお兄さんに止められて、でどうしても前行きたいって言ったら「俺とじゃんけんして勝ったら言っていいよ」ってそれで面白いでしょ今考えると。でじゃんけんして勝ったのよ。でダッシュしてる「おい待て」って言われたけども後ろ振り向かずにそんで前から3番目にたどり着いて、そこでもうチャイニーズロックスでもうずっとポコで、だからもうみんながポコしてるから音がもうすぐジュワワワーンってなってねそういう思い出がある。じゃんけんして勝ったのよね。門番。そう。それはジョニーさんとしては初来日。ハードブレイカーズが来るって言っててメンバー変わったみたいな。ケセラセラのレコ発だったね。黒人と一緒に。黒人と来たやつですよね。なんかそうデータとしてしてるだけ。ギターの人ポールなんとかフランス人かな。あれロードカーボーイズの人とかではない。じゃない。ロードカーボーイズは見に行ったよ。高校の時。あ、そうなんですか。抽選で当たったの。じゃあなんかロードカーボーイズとフランスのドッグスがハードボイルドロックンロールっていうタイトルで鳥垣さんがなんか書いて、なんかどっかのファッションブランドが呼んだらしいんだけど、それちょっと忘れたけど、俺高校1年か2年の時にそれ応募して友達と当選して見に行ったのよ。初めてジェリー・ノーラン見たのそれで。まだジョニー・サンダースと2回目の来日はジェリー・ノーランとジョニー・サンダース一緒に来たんだけど、だからジェリー・ノーランにとっては初来日じゃない。ニューヨークドルの時いないでしょ。そう、それでもうね、それとガールってバンドだ。ガールじゃあ違う、ごめんなさい。ガールのボーカルがあれどうだったっけな。ロンドンカーボーイズのメンバーだったのかな、ガールの人。ロンドンカーボーイズにいろんなちょっと忘れた。とにかくバリー・ジョーンズ、左利きの黒人のギターとそのジェリー・ノーランとロンドンカーボーイズ出てきて、ジェリー・ノーランが白のハットに白のエドワードで出てきて、もう感動したね。めちゃくちゃ絵になりますもんね、ジェリー。本当に素晴らしかった。ボックスも良かったね。すごい豪華な。そう。なんかちょっとパワーポップな感じだったね、その時はもう。セブンティーズのああいうハードなパンクじゃなくて、かなりポップな感じ。それがまた良かった。懐かしいな。でその後に2回目のジョニー・サンダース来日でジェリー・ノーランも一緒で、ギターはバリー・ジョーンズ。でベースがグレン・マトロックだったような気がする。そういうメンバーになりますもんね。2回目だったか3回目だったか忘れたな。でも両方ジェリー・ノーラン来たな、2と3は。そうですよね。なんかジェリー・ノーランとは1回じゃないみたいな。2回来たような気がする。なんかジェリー・ノーランにこうグラスかなんかで頭殴られてたとか。それジミー・クラタのレコーディングの話じゃない？ジミー・クラタ。ジミー・クラタのレコーディングの時もそういうことがあって、2人でトイレ消えて決めて出てきておかしくなって大喧嘩で。そんな感じ。めちゃくちゃだよね。めちゃくちゃです。ジミー・クラタさんのレコード結構微妙に高いんですよね。あんまり出回ってないからね、あんまりね。めちゃくちゃグレナトロックとかも入ってますし。そうか。なんかめちゃくちゃ聞きたいんですけど、YouTube とかで聞いてあります。その2回目のジョニー・サンダース来日だったと思うんだけど、ジミー・クラタさんゲストで出てきて、そうなんです。それで20フライトロックやった。20フライトロック。あとグロリアかな。2曲やったね。かっこよかったよ。20フライトロック、ジョニー・サンダース弾くの。そうだね。かっこよさそうですね。それ残ってないかね。うちの兄貴がカセットテープ持ってるかも。録音してた。超山田と。あるかもしれない。